はい、こんにちは。ナンバー4の出し縫いやっていきたいと思います。ソール貼り付けて縫い合わせていきます。はい、今靴本体はこんな感じで、前回コルクとシャンクを入れて削って糊を塗った状態で終わりましたね。でソールも糊塗っといたんですけど、糊塗ってから水につけて一晩つけて柔らかくしました。これを貼って手縫いをしていきます。ちょっとまずは柔らかくして靴の形に馴染むように貼ります。ぴったりよりも若干大きめにソールはカットしてあります。少し大きめに切っておいたソール、この余っているところをカットしていきます。でこの今線引いてあるあたりでドブ起こしをするんですけど、実はドブ起こしは目印をつけてます。ある程度なんですけど、端っこ今少しこれ包丁で角を落としたんですよ。このソールの端っこね。でこれをちょっとガラスでさらに削ってソールに対してだいたい45度の角度、こうやってこんな感じで分かりますかね。このちょっと白っぽくなってるところですね。ここが今面取りしたところです。ソールの角を若干落としてあります。ソールの角を若干落としてありますね。これが目印です。いやこれのどこが目印だろうって話なんですけど、これはですね、ドブ起こしするときに包丁を持ってこうやってドブ起こしするんで、上から見てると厚みがねあんまり分かんないんですよ。包丁で今どれくらい薄くスライスしてるのかっていうのは見えないんですよね。実際はこの包丁の手の感覚とか、あとこの見た目の感覚でどれくらいやってるかある程度分かるんですけど、その補助ですね、ここが斜めになってると包丁を入れた時にどれくらいの深さに包丁が入ってるのかが分かるんですよ。というそれ用の目印をねつけてます。ということでドブ起こしやっていきます。よいしょ。はい、ドブ起こしできました。出し縫いを隠すために端っこだけをペラッとめくってます。このウィールで出し縫いの目印つけていきます。この靴に使うウィールは10番です。バランスのいい縫い目の感覚ですね。だいたい1針 2.5 ミリぐらいになります。じゃあこれを転がします。はい、こんな感じでベルトにギザギザの印がつきました。ギザギザの印とこの線の交差したところに穴を開けて縫っていきます。よし、じゃあちょっと準備ができたので出し縫いやります。いや準備がね
飛ばし飛ばし撮影はしてるんですけど、結構大変なんですよね実は。よし、ではサイトにチャンを塗りつけてあるので、こいつを使って塗っていきます。この靴は内側のみベベルドウエストなので、最初はねかなり奥まったところから入ろう。いつものことですけど、恐ろしく縫いづらいですね。細かいところ塗ってます。このフロント部分は細かいですけど、ウエスト部分みたいに奥まってないので、すごく縫いやすいですね。ただ縫い針数が多いんで、ただひたすら根気よくやるだけですね。糸は浅糸の茶色を使ってます。縫ってないところはまだこの白い線が見えてて、縫ってあるところは白い線の上に糸がかぶさって茶色くなってますね。すくい縫いほどではないですけど、出し縫いも一針縫うごとにしっかり締めます。このようにあるコードバンの靴って結構ね、オールデンをはじめ割とカジュアルめな靴が多いんですよね。コードバンの素材自体もともとフォーマルな革ではないので、うねったシワが迫力があって、どっちかというとカジュアルな感じなんですよね。すごい光沢はあるんですけど、そのデザイン的にも多分いろいろ素材の成り立ち的にもそんなにフォーマルな靴はないんですけど、ダブルソールでストームベルトでごっつめなソールがついてるっていうのはもちろんかっこいいんですけど、ドレスめなソールがついてるとね、これまたかっこいいんですよ。で、世の中にそんなにドレスめなソールがくっついてるコードバンの靴ってあんまりないので、この靴はどっちかというとドレスっぽい底付けやってるので、その底付けの違いでどんな風になるのかっていうのを見てもらえたらなと思いますね。というか、僕が前に作ったコードバンの靴とこの靴は底付けは全く同じです。シングルソール、シングル L と、外側が角コバで内側がベベルというね、なんとなく僕の中ではコードバンの靴を作るときはこれみたいな、なんかイメージですけどあるんですよね。はい、出し縫いが終わったので、このドブ起こしした皮を戻してこの出し縫いを隠します。
ソールは出し縫い隠しちゃったのでもうツルツルになりました。出し縫いはこんな感じです。茶色のウェルトに茶色の糸なんであんまり目立たないですけど、10番ピッチで200針ぐらいかな縫ってあると思います。当たり前なんですけど、オールデンとかだともうちょっと粗いし、ノーマルウェルトじゃなくてストームウェルト使ってたりとか、ソールの厚みもこれはシングルソールでちょっと薄めですけど、コドバの靴はダブルソールとかが結構多いので、この靴はそれに比べると結構スッキリめドレッシングに見えると思います。で、内側は本当に奥まってたのでもう縫ったところ見えないんですけど、これをね、ベベルドウエストの加工をしていくと内踏まずのあたりがもう少し細くメリハリのある感じになってくると思います。この靴キッシュナンバー4ハッシュタグキッシュ004で押してもらうと制作動画一覧で見れるようになってます。3番と並行してやってるんで作業工程がかぶってる動画も結構あるんですけど、アッパー制作からやって完成までこのままやっていきますので、よかったら他のも見てみてください。ということで本日の革靴の件でした。ではまた。めっちゃかっこいいっすな。見え切るわ。